はい、昨日の志願続きからね、やってきますよ。スカイウォードソードから始まって、時のオカリナで3つに分かれる。はい。スカイウォードソードから始まって、時のオカリナで3つに分かれる。はい、そうですね。これが判明したのも最近でですね。とんでもない書物が発見されたんですね。シーカーの研究チームの。その歴史間違ってます。最初はフェニックス・オブ・カオスって聞きました。フェニックス・オブ・カオスは最初はスカイウォードソードですね。誰が言ってたんですか、そのデタラメですよ。ゼルダ様が、それは多分いいがなんですね。いつもそこら辺にいるからね。最初はフェニックス・オブ・カオスに決まっているじゃないですか。いけませんよ、そんなデタラメを教えて。ゼルダ様。シモン先生、日々歴史は更新されています。皆さん、正しい歴史はこうです。この世界はフェニックス・オブ・カオスから始まって、あーだこうだあった後、時のオカリナに3つに分かれます。はい。フェニックス・オブ・カオスから始まって、あーだこうだあった後、フェニックス・オブ・カオスって何があったんですか？それは混沌から世界が何かできていったということです。二人の人間って何があったんですか？それはもちろん二人の人間が頑張ったということです。そしてこの後の時系列は、これバナナ。今はどこかわからないって習いました。本物。本物。ブレワイティア菌って風タク世界線なんですか？風のタクトの世界線に確定しました。風のタクトにはメドリという賢者が存在していたようですが、真珠はメドウは賢者メドリから名付けられたに違いありません。それが証拠。先生、ルッタとナブリスはともかく、メドウはそのような文献は見つかっていないからそうは言えないってシモン先生がシモン、何を言ってるのですか？この世界は風タクルートであることは明らかです。各地で岩塩だって取れるんですよ。岩塩が取れるということは、つまり昔は海に沈んでいたわけで、つまり風のタクトのハイラルがまた浮上してきた。それが今のハイラルなんです。風タクの最後、トワイホースの力でハイラルの大地は消滅してしまったので、もうないと思われます。それはシモン、あなたの考えでしょ。先生、ダフネス王はトライフォースにこの子たちの未来に光明をと明るい世界を願いました。薬剤ガノと魔王ガノ両方に苦しめられるこの世界、どこが明るい未来なんですか？おかしいじゃないですか。トリプレッツプリンセスって何ですか？トワイライトプリンセスじゃないんですか？シモン、いい質問。トリプレッツプリンセスで合っています。皆さん知っていますか？このハイラル王国には昔から生まれた王女には必ずゼルダという名前をつけるしきたりがあることを。初代ゼルダ姫の伝説とかいうやつだろ。よく勉強してますね。じゃあ先生もしきたりでゼルダって名前になったの？そのようです。先生、その色体があるのはカミトラルートなんじゃないですか？ゼルダ様、続きただ、この時代の姫は三つ子だったんです。3人ともしきたりに従ってゼルダと名付けられてしまいました。しかしこの時代もガノンが復活、ハイラルは魔の手に落ち、まだ赤ん坊だった3人のゼルダはチリチリバラバラ、行方不明になってしまうんです。結構面白いですね。それでどうなったんですか？一人は一般家庭の村娘として成長、一人はなんとゲルドの町でゲルド族として育てられました。そして最後の一人はフィローネ地方を根城にしていた民族ゾナウ族にかぶれてしまったようです。まさか自分が女神の血を引く姫だったという真実を知り、さすがに戸惑います。突然そんなこと言われてもと葛藤します。ゼルダ3人はいやおうなく運命に巻き込まれていくというお話なんですね。最終的にそれぞれの姫が対応するトライフォースを携えて勇者と共にガノンを打ち破る、そういった話なのです。ちなみに私は全部持ってます。すごいです。しまってください。コンプリート。そんな簡単に見せびらかさないで。女の子にモテたいんだな。ぎゅっぬははは。にゃー